皆様こんにちは。宇治原実です。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。本日は4月3日土曜日、第30回目になります。テーマは東京裁判その18回目、東条英機の証言4回目です。テーマは東条英機の遺言、一切語るなかれ、東条家としてのプライドを持って生きなさいと語り継がれた家族の絆の物語です。先週の予告と異なりますがご了解ください。1998年に映画プライド運命の時が公開されました。東京裁判終結50周年を記念した作品です。法廷シーンのリアルさや迫力とともに被告東条英機元首相がこの不当な東京裁判といかに戦ったかが描かれていました。東条を演じた主演の津川雅彦は日本アカデミー賞優秀主演男優賞を受賞しています。本日は東条英機の孫娘東条優子さんの著書祖父東条英機一切語るなかれを引用させていただきます。映画プライドを見てその感想を東条優子さんは次のように話されています。まず何より時代が変わったなという思いがしました。戦後の50年間東条という言葉はタブーでした。それがこの映画では主人公として取り上げられています。祖父が映画の主人公として取り上げられたから嬉しいというのではありません。これまで語られてきた東条肉氏は日本肉氏と同等であったと思います。この日本のイメージを変えるには東条英機の本当の姿を知っていただき、その印象を変えていただかなければならないと思います。特に海外に対して東条のイメージを変えることが悪い日本人像を変えることになるのではないかと思います。裁判では弁護側は大変なご苦労をされています。被告を無罪に導くのではなく、日本という国の弁護をされたことがはっきり描かれています。その意味で東京裁判を通して歴史の真実も明らかにされています。もちろん裁判所はそうした弁護側の反論をほとんど全て却下しました。被告は皆国家を背負い、日本の立場、日本の主張を背負って法廷で戦わなければなりませんでした。さて世間では知られない東条家の絆を家族ならではの紹介をされています。東条英機一家の写真です。昭和17年1942年秋、首相官邸です。中央に祖父東条英機、その左が祖母勝子、そのまた左が母幸子、祖父母の間にいるのが幼い頃の優子さん、祖父の右が父秀隆、抱かれているのが兄秀勝、お手伝いさんも写真に収まっています。まず長男秀隆、優子さんの父が生まれてから東条英機と妻勝子が綴った育児日記です。8月9日、父は朝起きた時から出勤まで長男を慈しむこと甚だしく、午後は急ぎ帰りたまい、第一号は子供はどうしたとその愛すること己の身のごとし自分のことのようだという意味です。この育児日記は8年間続きました。大正8年1819年から3年間、祖父がドイツとスイスの武官として単身赴任した間、子供たちには毎週欠かすことなくきれいな絵はがきをひらがなで送りました。夫婦が交わした手紙は300通余りに上ります。東条英機より勝子へ第96信、番号が振ってあります。大正10年1921年5月29日、大いに多忙にもかかわらずたびたび通信してくれるので、家の様子が出発以来手に取るように分かり、幸せで感謝に絶えない。通信が
海外にいる自分を慰める唯一のものである。また祖母和子は祖父を心から愛し尊敬し、その思いを式に綴っています。私が13人もの大家族の中で辛い生活を何とか辛抱できたのはおじいちゃまのおかげなの。どうして私の心の中を秀樹さんは分かってくださるのだろうかと思うほど、私の悲しみや苦しみを全て見抜いて私の応援をしてくださったの。だから私はこの方のためならどんなことがあってもついていこうという気持ちになれたのよ。私は良い方に巡り会えて本当に幸せだったと思うの。だから世間がどのような強い風当たりを受けても深い愛情と信頼を持ち続け、祖母は私たちを守ってくださったのです。開戦の責任者として東条英機を極悪人として非難する社会の風潮の中でも、祖母は母への手紙の中で100年後は必ず父上の忠義が分かりましょう。正しき父上の生中の血を受けて、つまり真心一つ父上の家族たるに恥じぬようと祖父への畏敬の思いを込めて書き続けました。同時に多くの方々の行為に支えられてここまで生きてこられたのです。終戦直後、私たちは引っ越しをしました。私の兄は転校先の小学校で先生方から担任になることを拒まれ、授業に出られない日が続いたのです。それを見かねた若い先生が勇気を出して、私が東条君の担任になりますとおっしゃってくださいました。また5つ年下の弟があります。終戦直後と違って随分落ち着いてきた昭和26年です。弟が小学校に入学した時、担任の先生がクラスの友達に弟をこう紹介したのです。東条君のおじいさんは泥棒よりもっと悪いことをした人ですと。弟は泣いて帰ってきました。母は、おじいちゃまは日本のお国のために立派なお仕事をされたのよと答えました。本当にそうなのと弟が言いましたら、母は、東条家に生まれてきてよかったという誇りを持って生きていきましょうねと言ったのです。誇りを持ちなさいという言葉は、兄も私もことあるごとに聞かされてきました。自分の生まれた家に対する誇り、学校への誇り、国への誇り、これはとても大切なことです。誇りを持つということは、家族を大切にし、国を大切にするもとです。私たちは父母からこの言葉を耳にタコができるほどことあるごとに聞かされてきました。それによって私たちは50年間支えられてきました。さて、毎日新聞の朝刊、平成7年1995年3月19日、昭和天皇東条元首相を称賛。戦時下にて直後で厚い信頼関係を裏付け、米占領軍資料で明らかにされたこの日の朝刊を広げて、私は思わず息を飲み、目を疑いました。これは戦時中の新聞ではなく、紛れもなく戦後半世紀を経た日の記事です。新聞の表現から、東条らから東条元首相になった時、深い考えを覚えたのです。終戦から半世紀経った今、このような文面に出会えた時の私の嬉しさは、言葉では到底言い尽くせないものがありました。称賛、信頼という言葉を繰り返し読みました。東条内閣を解散した時、昭和天皇から賜ったこの直後の一文字一文字をしっかりと心に刻んでいったであろう祖父の心を思い、私たちは胸が熱くなりました。昭和天皇がご逝去された後、文藝春秋から昭和天皇独白録が出版されると、大きな衝撃が日本中を駆け巡りました。その中で陛下がたびたび触れられている東条への信頼のお言葉にも人々は素早く反応しました。この後、連合軍が持ち去った戦争関係の極秘資料や
米国防省の機密資料、また防衛庁資料室の奥深く眠っていた重要書類などが次々と公開され始めました。戦後50年という大きな時代の一つの締めくくりの年、貴重な資料、日記などが続々公開され始めています。中でも今年1995年2月に元東大教授の小堀慶一郎先生が長い年月をかけて大変なご苦労の末調査出版された東京裁判弁護側の却下資料は、戦後定着した歴史認識を覆すような貴重な一級資料だと言われています。長い年月を経て初めて明るみに出される貴重な資料の数々は、歴史を修正する意味でも大切なものです。意図的に伏せられてきた事実は、それが極秘であるほどに歴史を左右する大切な要素です。それらを抜きにして語られてきた歴史は大きく歪んでいたはずです。この本を最初に単行本一切語るなかれ東条英機一族の戦後として出版するとき、私は思い悩みました。祖父の遺言である沈黙せよ弁解せずの不分律は、長い間私たちの心を見えない糸で縛ってきました。しかし自分の意志でこの糸を断ち切ったとき、心を覆っていた霧が晴れていく思いでした。祖父は100年の後の名を期待せよと家族に言いましたが、100年を待つまでもなく、世界はわずか半世紀の間に激変しました。以上です。東條さんが最も懸念されたのは、日本政府が中国の言いなりになるのではないかということでした。ここからは東條さんと親交の深かった西岡正樹さんのブログです。東條さんがある時期から靖国神社や東京裁判について公の場に登場し発言するようになりました。その動機は、これらの問題で日本が外国に、特に中国に妥協することが日本の独立と尊厳に関わると東條さんが懸念したからです。よく知られたように、東條英機氏は巣鴨プリズンに収監された後、家族に対して一切語るなかれと命じ、東條家の人間として弁明を語ることを禁じたと言われています。東條由子さんも物心をついてから長くその遺訓を守っていました。しかしその東條さんが祖父の遺訓を破り、靖国について、東京裁判について発言するようになったのはなぜだったのでしょうか。東條さんはプライドという映画を見たのがきっかけでしたと私に話したことがあります。でもそれはあくまできっかけでしょう。東條さんに沈黙を破らせた最大の動機は、靖国神社への首相の参拝、分子の検討といった問題において中国の内政干渉が繰り返され、日本政府が中国の言いなりになるのではないかと東條さんが懸念したためであろうと私は思っています。ここからは東條さんの言葉です。東條家はそれでもいいんです。でもそれじゃ中国の言いなりじゃありませんか。中国の言いなりになっていいのかと私は言いたいのです。祖父の名誉が東條さんの動機ではなかったのです。プライド、これこそが東條さんに沈黙を破らせた動機だったと思います。それでは聖書をご紹介いたします。シオンは言った。主は私を見捨てた。主は私を忘れたと。女が自分の血のみ子を忘れようか。自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。旧約聖書イザヤ書49章14から15節です。紀元前700年前に記された預言者イザヤの言葉です。女性が自分の胎児や血のみ子を憐れまないことがあろうか。たとえそのようなことがあっても、あなたに命を与えたこの私はあなたを忘れることはないと
変わることのない神の愛の強さをイザヤは説いています。この約束は多くの人を慰め、今も世界中から愛されています。大東亜戦争の末期、特攻で出撃した兵士の士気が私たちの心を動かします。こえなく愛する家族と祖国のために身を挺してでも守りたい。そんな熱き思いが端々に伝わってきます。かつての日本は家族愛、そして祖国愛に包まれていました。その愛の絆がプライドとなり、敵が恐れを覚えるほどに勇敢に戦えたのだと私は思います。兵力の圧倒的な差を承知しつつも、玉砕をあえて選んだのは、一日でも長く祖国を守りたい思いからでした。日本兵には、自分たちが守らなければ誰が守るのかという強い自負がありました。東条英機の処刑後も、絶えることのない非難を東条家の家族は受けました。それでも弁解せず、沈黙を守り、東条家の誇りを持ち続けられたのは、強い愛の絆に支えられていたためだと思うのです。私たちには忘れてはならない、どうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく、日本人としての誇りではないでしょうか。世界に感動を与えた日本人の素晴らしさはプライドでした。それではお知らせです。次回31回目、4月10日土曜日、毎週土曜日の予定です。東京裁判その19回目、東条英機の証言5回目になります。テーマは、祖父東条英機の戦い。東条家の家訓、一切語るなかれをあえて破っても、言論人として口を開いた東条英機の孫娘、東条由衣子さんの発言をご紹介します。外国特派員協会の会場での講演です。よろしければチャンネル登録、ご感想いただければ嬉しいです。本日もご視聴いただき、誠にありがとうございました。